はい、皆さんこんにちは、リリコです。いかがお過ごしでしょうか。タイトルにもあるようにですね、私少し体調が悪くて、今までにこういう症状がなかったので、ちょっと怖かったので、病院に行くことに決めました。で、簡単に症状をお話しすると、熱ないまま、その喉とかがかなり痛くなって、で、咳と、あと痰と、鼻水が止まらなくなって、っていうのを1週間ぐらいその期間があって、でその後発熱して、7度5分前後、7度5分以上が多かったかなっていう発熱がまた1週間ぐらいあってっていう状況で、さすがにこれ何かがおかしいぞと思って、コロナじゃなかったとしてもなんかおかしいよって思ったのでちょっと病院に行こうと思います。その状況に関して、皆さんにお伝えしてきたらなっていうふうに思っています。今日の日付が4月の22日になります。よかったら見てみてください。はい、病院の待合室はこのような感じで、手術室の目の前の空いてるスペースで待ちます。こんな感じでボタンがついていて、何かあったらすぐ呼べるようになっています。私一人だけのためにこれだけのスペースを確保していただいています。私はこんな風に2枚重ねでマスクをしているんですけど、一番下のがちょっと性能が弱いので布マスクもしています。こんな感じでエアマスクっていうのも首から下げてきました。気休めですかね。ちょっと髪ボサボサなんですけど、病人なので許してください。こんな感じで来てます。待合室に到着してすぐに防護服を着た看護師さんが出てこられて、この後の検査の手順に関して詳しく説明してくださいました。電話で症状に関しては説明していたので、かなりスムーズに検査が進みました。自治体の新型コロナウイルス感染症相談ダイヤルに電話して、症状を伝えた後に、受診が必要であれば、病院を紹介してくれる機関の電話番号を教えてくださいます。アポなしで受診するのではなく、疑わしい症状があるのであれば、まず相談ダイヤルに電話する必要があります。防護服を着た看護師さんから症状に関して改めて細かい質問をされた後、血圧や脈拍、酸素濃度を測定していただき、血液検査、CT、尿検査を受けました。続いて CT 撮影です。部屋を移動するために外来用の待合室を通過したのですが、ほとんど人はいませんでした。最初の説明の時に感染拡大防止のためになるべく手すりやドアノブに触れないように協力してほしいと依頼されました。また、看護師さんと部屋を移動する時にも念のためになるべく1メートル以上離れて歩くようにと言われました。よろしくお願いします。荷物かごの方にはい。その後、血液検査の結果が出るまでに時間がかかるから15分ほど待ってほしいと伝えられ、結果が出てすぐ医師から説明がありました。私らも注意しながら見させてもらったんですけど、ちょっとあとちょっと胸の音をちょっと聞かせてもらうんですけど、肺炎はないです。はい。ちょっとあと正式なコメントがもうちょっと来ると思うんですけど、一応全部見させてもらいましたけど、新型コロナに独特のすりガラスと言われる肺炎は全く見えないです。で、炎症の反応、私らが白血球とか、あとその白血球の中身、あと CRP という炎症反応とかで炎症があるかどうかは見るんですけど、白血球が7330、正常がだいたい3500から9000、ちょっと幅が広いんですけどね、人によって差はあるんですけど、白血球の中身もそんなに問題になる中身の異常はないです。あともう一個 CRP という炎症の反応、これがウイルスの時は上がりにくいんですけど、それでも多少やっぱりウイルス感染が明らかになるとちょっと上がるんですね。1とか2とかぐらいまで上がる可能性があるんですけど、それが今0.01、正常が0.2までですから、そういう炎症として中で持ってるものもほとんど見当たらないのかなと。であれば少なくとも今現時点で一番心配するコロナ絡みのところはまずないでしょうと。はい。よかった。
まあ、好酸球も上がってないから花粉症とかそんなのもないとは思うんですけどね、あんまりアレルギーの素因もない。もともと軽い感染はあったんだろうとは思うんですよね、軽いやつが。で、今、生理が近いのかな、もうすぐ。で、生理の前に若干体温の上がるところも捕まえてる可能性、だからこの後にストーッと下がる可能性もあるのかなと思います。だから基本的には、使っても、解熱の薬もどう使うか、使わずに経過見てもいいのかなと。念のためにちょっと持ってていいと思います。あと、痰の切れとか、そこを良くするようなお薬を、咳をちょっと抑えて痰の切れを良くするような薬を使っておけばいいのかなと思います。あともう熱が下がったらもう動き出していいと思います。これなら大丈夫だと思います。ほっとしましたね。ちょっと念のための今の症状を取るためのお薬だけちょっと処方して準備しようと思うので。結果はウイルス感染の可能性は低いとのことでした。そのため PCR 検査までは受けませんでした。ただ、未だに熱が下がらないため、自主隔離をして様子を見ている状態です。以上、病院の状況のレポートでした。最後まで見てくださりありがとうございました。